はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回の台所革命、こちらのね、テーマの方なんですけども、はい、こちら。はい、ガーリックライスでございます。で、今回のね、こちらガーリックライステーマにさせていただきますが、前提としてご家庭でやる時のガーリックライスに、フォーカスさせてください。これをご家庭でやる時の一つの調理科学としてのアンサーを皆さんにお伝えできたらなと思いましたので、こちらを動画にさせていただきました。で、ここでね、必ず論争になることがあります。炊きたてのご飯がいいのか、それとも冷や飯がいいのか、ここがねものすごい論争になる部分だと思いますので、ここをね、じゃあ調理科学的にはどういうふうな分解をしていって、お話になっていくのかっていうところをね、最後の専門的なところでお話しして、まずは早速ね作り方の方から行ってみたいと思いますので、それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの。はい、じゃあ材料紹介です。こちら冷や飯で固めに炊いたものになりますね。固めに炊いた冷や飯ご用意ください。で、こちらちょっとですね光の加減で見えづらいんですけども、牛脂になりますね。こちらも少量ご用意ください。で、ニンニクですね。こちらもご用意ください。で、こちらお醤油ですね。で、お醤油はこちらの生醤油、ご用意してます。で、こちらが黒胡椒とパセリですね。乾燥パセリでも大丈夫です。で、ニンニクは今からチップのところを使うんですけど、真ん中の太いところを使います。ここの太い部分をスライスして、ここをチップにしていきます。で、中のね芯のところを取ってください。焦げやすいですのでね。で、こんな感じで取っていただければ OK です。で、他のところはもう全部ねみじん切りにしちゃってください。こんな感じですね。で、チップの方は、軽く表面、水で洗ってあげて、でこうやってねきっちりね水分を取ってあげてください。こんな感じで OK です。で、そこにちょっと多めのね菜種油入れていただいて、そこにニンニクのチップを入れていきます。弱火でねこうじっくり香りを出すように入れていきます。で、途中ひっくり返してあげて、もうきつね色で止めてください。もうここで揚げちゃって OK です。これ以上色がいってしまうと苦くなってしまいますので、ここで止めてください。で、その油のままみじん切りのニンニクを入れて、これもね同じぐらいの色まで持っていきます。ここでねこの油がしっかりねニンニクの香りが移ってますからね。で、こういった網に揚げていただいて、しっかり取ってあげます。で、油分を切ってあげて、これはこれでまた使います。で、この、冷めましたら、この油が冷めましたら、この冷や飯にちょっとね一回しかけてあげて、で、手にもこうやってね塗りたくってあげて、でここからほぐしていきます。で、このほぐす時に注意してほしいんですけども、潰さないようにだけこう優しくほぐしていってあげてください。潰してしまうとですね、この米の中にあるでんぷんが外に出てしまうことになりますので、こんな感じでねほぐしてあげれば OK です。ではね、ここで牛脂を溶かしていきます。使っているのは鉄のフライパンになりますね。で、しっかり熱を加えたところに牛脂をよくなじませて、そこにご飯入れていきます。で、まず、ここにですね、牛脂とご飯をしっかりね絡めていきます。ここは手早くさっと混ぜていただいたら、で、こちらのみじん切りのニンニク入れてあげてください。で、これをねさっと混ぜます。で、ここで、全体的にこう面で当てていただいて水分を飛ばしていきます。で、また軽くすぐスッとひっくり返して、
またこれを麺でまた水分を飛ばしていくように1回放置します。本当に数秒だけでいいです。でまたさっと繰り返してあげてっていうことを少しずつ繰り返しながら表面の水分を取っていきます。である程度いきましたらもうここでね、端に寄せましてで一気に強火にしましてここで醤油を入れていきます。でそうしましたら一気にね混ぜます。でこの時に完全に混ぜ合わせなくて大丈夫です。もうここはもうこの後はすぐにパセリとこちらのね黒胡椒を入れてで、お好みでね少し塩入れても OK かなと思います。で混ぜていただければ OK ですね。ではねステーキ肉焼いていきましょう。今回ご用意したのはこちらリブロースですね。ではここからは音声をお楽しみください。ではねこんな感じに焼けましたのでドレスでいきます。こちらのソースね以前ご紹介しましたニンニクのソースです。これをね容赦なくかけていきます。で仕上げにニンニクチップですね。リブロースのステーキとガーリックライスいかがでございますでしょうか。まあこれでうまくないわけがないよね。ああまあうまいわな。このねお肉とガーリックライスで一緒にねいただきます。さあハイボール買ってくるか。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ガーリックライスの実演でございました。でここからはね、ちょっと専門的なお話をさせていただきたいなと思いますのでお付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、まずですね、最初のね、オープニングのところでもお伝えしたんですけども、今回のガーリックライスに関しましては、あくまでご家庭で作るときにフォーカスしてお話を進めさせていただいております。では、それはなぜかということなんですよね。で、
例えばですね、ガーリックライスといえば鉄板焼き。鉄板焼き屋さんでね、よく振る舞われる料理になるんですけども、鉄板焼き屋さんの鉄板って大体最低でも1センチはある分厚い鉄板の上でガーリックライスをやってます。ですので、圧倒的に火力と、あと蓄熱性が違うっていうところですね。ですので、鉄板焼き屋さんでは、基本的には炊きたてのご飯でやってます。はい。で、またですね、チャーハンとちょっと比べた時のお話になると思うんですけども、チャーハンも中華屋さんの場合は、中華五徳と中華鍋で一気にですね、超火力でやりますので、こちらも当然、こちらはね、炊きたてご飯になります。では、なぜ家庭でやるときは冷や飯がいいのかっていうお話をこれからね、一つずつ紐解いていこうかなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、ではまず、なぜプロがですね温かいご飯を使うかっていうところになるんですけども、これは単純に、こう鍋の温度低下を防止させるっていうところが一番の理由になります。ですので、例えばチャーハンだったら中華五徳と中華鍋、そして鉄板焼きだったら分厚い鉄板の上でっていうところにあるので、もともとその維持している熱容量の差が家庭の、コンロとは圧倒的に違うっていうところなんですよね。ですので、家庭のコンロで、これを同じようにやろうとすると、米がですね、こうべちゃべちゃになってしまうっていうところで、温かいご飯でやるのはなかなか難しいよねっていうお話になってくるんですね。で、冷や飯を扱うときに、私は油をね少し回しかけて、で、手にもね油をガーリックオイルをつけて、こう優しくね、こう潰さないように、ほぐして、ましたけども、こちらなぜかということなんですよね。あまりにも強くこう潰してしまうと、このもともとこう冷や飯の中にあるでんぷんがですね外に出てしまう、潰れて、外に出てしまうっていうことになって、結果的にですねこれが炒めた時に、こう海苔状になってしまって、もう周りがどんどんくっついてしまってっていうことで、こうベタベタになってしまうっていう理由の一つになってしまいます。で、これでよくあるお話で、なぜこのね、ご飯を、冷や飯を事前にほぐしておくかっていうことなんですけども、これを熱い、テフロンパンでも鉄のフライパンでもご家庭のねコンロでやった時に、おそらくお玉だとかしゃもじだとかいろんなね道具でこう潰したりとかしてこう叩いたりとかこうほぐしていく中で、そこでですね結構潰してしまうことがあって、でそれででんぷんが流出してすぐ焦げてしまって、周りがもうくっついちゃってなんかダマになっちゃったみたいなね、ことがあると思うんですよね。ですので、ここは事前に、ガーリックがねしっかりね、香りが移ったガーリックオイルでまずしっかりねほぐしてあげながら、米一粒一粒に綺麗にねコーティングしていくっていう意味で、ここで、優しくほぐしてくださいっていう理由になってきます。はい、ではね、ちょっとね、先ほどね、チャーハンの話が出たので、ちょっとね、このチャーハンとガーリックライスのこう炒め方のところについて、要は鍋振ってりゃ同じじゃんみたいな感じなんですけど、実はちょっと違いまして、チャーハンの方の場合は、卵のタンパク質でコーティングしてる部分が強いですよね。で、これがですね、米一粒一粒をこう包むカプセルとなって、こう中の水分をこう流出するのをこう防いだりとか、あと米同士の結合を防ぐっていうところで、実はこの卵の役割っていうのが非常に大きいんですね。一方ですね、このガーリックライスっていうのは卵というバリアがないので、よりシビアになってくるんですね。ですので、ここで必ず脂質ですよね。脂質のコーティングが出てくるっていうところです。ですので、私はまず最初に、事前にほぐしながらガーリックオイルで、まずコーティングしてあげて、で、次に、この牛脂を使って、このね、香りをつけながらさらにコーティングしていくっていう、この2つのコーティングの方法をお見せしてます。それとですね、こんな感じでね、私麺にして焼き付けるっていう作業をしてました。これ何をやっているかっていうんですけども、これをすることで、お米にね、表面についている水分を焼き付けて表面を硬化させてるっていう物理的なことをやっております。でこれを何回かやってあげてからお醤油を入れてあげるっていう作業にやってきますね。はい。
はい、ではね、なぜ牛脂を選択するかっていうことですよね。だってガーリックライスだったらバターじゃないのって思いますよね。で、実はですね、このバターが、バター自体にだいたい15% の水分が含まれてるんですよね。で、これを家庭の弱い火力でやってしまうと、その水分がですね、ご飯に移ってべちゃつく原因になっちゃうんですよね。ですので、ここはですね、牛脂の場合ですと、純粋な、ね、100% の油になってきますから、水分が、ほぼない状態ですから、こう炒める時の水分がないっていうところで、一気にですね、この炒める時のハードルが劇的に下がるっていうところで、ここはバターよりも牛脂の方が良いっていうところですね。で、それと、牛脂はですね、サラダ油とかと比べても、こう融点がちょっと高いものになるんですよね。ですので、これを熱で溶かして、で、こうお米にね、まとわせることで、表面にですね、結構強めな動物性の脂質のバリアが形成されるんですよね。で、そうすることで、こうさらにね、でんぷんの流出を防ぐバリアになるっていうところのイメージですね。で、あとですね、やっぱりその鉄板焼き屋さんのガーリックライスが美味しいっていうのはなぜかっていうことなんですけども、これはですね、もう間違いなくそのステーキ焼いた時の油が鉄板に残ってるわけなんですよね。で、その香りがですね、専門的なちょっと香り成分でいうとこうラクトンっていうものになるんですけども、その香りがですね、鉄板焼きの香りを表現するのに牛脂の方が向いているっていうところですよね。もちろんね、最後にこうちょっとねバターを乗っけて仕上げるっていうのも私はありかなと思っております。はい。ここまでね、まずこうガーリックオイルでコーティングさせて、まず香りのレイヤーとしてはまず1つ目で、2つ目がこの、牛脂のラクトンの香りによる2つ目のレイヤーの香り、ですよね。で、やっぱり最後に出てくるのがこの焦がし醤油、3つ目のこの香りの3層目ですよね。こちらなんですけども、一度ですね、炒めたご飯を少し端に寄せて、で、反対側の半分の方で、お醤油を垂らし込みました。で、この時に使ったのがこちら。はい。こちらね、生醤油というものになりますね。で、この生醤油というのが、どういったものかっていうと、簡単に説明させてもらうと、我々がよく知っているお醤油というのは、基本的に一回加熱処理しているものになるんですね。で、こちらの生醤油というものは加熱処理がされておりません。で、されておりませんので、これをですね、鉄板の上にですね、シャーッとかけるとですね、一気にそこで、アミノ酸と香りがですね、濃縮されていって一気に爆発するっていうことなんですね。これですね、ちゃんと、こちらのね、会社さんの、研究者の方からお話聞いて、へーなんて思って話は聞いてたんですけども、これですね、お醤油作るときに、加熱処理していきますので、当然ね、旨味成分とか香りとかっていうのは当然出てくるんですけども、生醤油でやった場合、当然ですね、その瞬間でやるものになりますので、香りっていうのはやっぱり時間経過でなくなっていきますから、この生醤油でやるとですね、もう暴力的な香りが広がるんですね。ですので、私はここで使うところは通常のお醤油ではなくて、こちらの生醤油を絶対おすすめします。はい。ぜひぜひね、こちらの生醤油で、やってみてください。で、それとですね、動画の中でもお伝えしたんですけども、このお醤油を入れたら、ここからはもう完全にスピード勝負です。ここからはもう、さっと混ぜ合わせて、で、この混ぜ合わせるのも、お米に均等に混ぜ合わせなきゃいけないっていう、なんとなくこう、使命感ってあるじゃないですか。それは捨ててください。もう、ここからはスピード勝負で、逆に、こう、まばらに混ざってるくらいでもうそこで、もうパセリだったりとか黒胡椒だったりとか入れていただいてさっと混ぜ合わせてもうすぐ盛り付けに行ってください。これなぜかということなんですけども、ここで、お醤油っていう水分が入ってきますよね。ですので、ここはねバターのところの理屈と同じになってくるんですけども、一気にお米が水分を持ってしまってそこからですねこうでんぷんが流出していってしまう要因になってしまったりとかくっついてしまう要因になりますので、ここはもう本当にお醤油を入れたらさっと焦がし醤油を合わせていただいて、こうね、絡めてください。でこの焦がし醤油もパッと醤油を入れたら少し待ってください。
少し待っていただいて、もうめちゃくちゃいい匂いが出たなっていうところで一気にご飯に混ぜ合わせる。ここですよね。ここが腕の見せ所かななんて思っております。はい。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。いかがでございますかね。ガーリックライスの専門的なご説明でございました。で、今回ね、私はね、鉄フライパンで、作ってはおりますけども、全然テフロンパンで作っていただいても OK かなと思っております。はい。で、その時にね、例えばチキンステーキだったり、豚バラを炒めていただいたものだったりとか、付け合わせしやすい、一品だったりしますので、ぜひぜひね、皆さんの中のガーリックライスの一品をね、作っていただけたらなと思います。そしてですね、いつもね、ハイプでの応援、誠にありがとうございます。皆様からのね、熱いメッセージとハイプ、もうビシバシ感じております。本当に心から感謝しております。引き続きね、皆様から熱いハイプへの応援、そして、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。